話じゃないですね。すごいくだらないプライド持ってますけど、はい。身につける努力をするかしないかだけの話なんで、頑張れば後天的にも身につけられると思うんですよ。なんでその人自身がな人だったら話したくない。これが超面白いですね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人間育成術など皆さんの役立ちそうなことを話していきます。で、今日はどうしたんでしょうか？ちょっと今日もご相談したいことがありまして、今ちょっと僕の会社でですね、離職者が結構増えてるんですよ。この人だけは絶対に手放しちゃいけない人材の見極め方っていうのが、もしちょっとモン社長の中であれば、そういう指標とかですね、ぜひ教えていただきたいなと思っていて。なるほど。この人って仕事とか、別に地頭良くないけど絶対に会社にいた方がいいよね、プラスだよねみたいな人の特徴とかがもしちょっとあれば教えていただきたいです。はい。そうですね。大前提として何をもって優秀かっていうのは結構人によって価値観違うんですけど、世間一般的にはやっぱり優秀イコール IQ が高い人のこと、そういう人ばっかり集めがち、集めようと、やっぱ皆さんすると思うんですけど、短期目線で考えたら IQ が高い人の方が短期は成果出るかもしれないですけど、長期的に考えたら EQ とか高い人の方が成果を出すと思うんですよね。長期的に考えたら。もちろんそこに IQ、能力が上がっていけばそれほど理想なことはないんですけど、だから EQ とか PQ とかっていうとやっぱ人間性が高い人とか実践的知性、だからすぐ動く人とかセンスがある人みたいなのは意外と貴重かなと思ってまして、で、あともう、あれですね、すごいシンプルに言うと、バカポジティブというか、別に仕事能力高くないけど、明るいやつとか、これが一番手放したくないですね。僕の会社にもいます。そこまで仕事はできないけど、社長にめちゃめちゃ好かれてるみたいな方が。あんま社長に好かれてるはもしかしたら、あんまり出さない方がいいんですけど、社内では。どこにいても誰といても、なんか、明るいやつ。ムードメーカー。ムードメーカー。これやっぱ手放しちゃいけないかなと思うんですよね。そういうのって、僕とか、でもこれから意識的になっていけるようなものなんですかね、そういう性格っていうか。別になれると思うんですよね。性格はいきなり変わりませんけど、そういう風に立ち振る舞うことは努力をすればできるじゃないですか。だからやっぱ物事って結構先天的なものか後天的なものかってありますけど、ほとんどのことは別に頑張れば後天的にも身につけられると思うんですよね。身につける努力をするかしないかだけの話なんで。だから思いっきりバカになろうと思って、明るくポジティブに振る舞うっていうのは、自分のくだらないプライドを捨てれば多分できますし、でそれをこう演じ続けたら多分なんか自然に普通に自分の性格になっちゃうというか習慣になっちゃうというかってなると思うんで。アップルさんにもそういう社員さんっていらっしゃいますか？いますよ。いらっしゃいますか？いますよ。はい。そういう人たちはもう最初から入社した時からそういう感じだったんですか？そうですね。僕が今思い浮かべてる人はもう最初から最初からアホかって何回言ったか分かんない。でもすげえポジティブというか、そうですね。常にだから何があったとしてもどんな時でも今日前向きな人ってまず必要ですよね。で、プラスそこに他者をこう巻き込んでポジティブにするような人、これレベル上がるとこういう人いるわけですよ。ちょっと系統は違うけど、なんかアホなんだけどすごいポジティブな人みたいな。アホって言うと怒られるけど、周りがどう思うかとかもいい意味で気にせずに自分が思ったことを普通に言う人で、それがポジティブだから別にネガティブじゃないんで、なんか自然と受け入れられるというか。なんか漫画の主人公とかアニメのキャラとかそういう、漫画、そうですね。多分そういうキーポイントになる人いっぱいいるんですよ。主人公も多いですよね。確かに。そういう人はやっぱ重要ですよね。なんかこう例えばミッションが降りてきてみんながってなった時に一人だけ楽しそうどうやってやるんですかみたいなみたいな人。いや大事ですね。確かに、会社の空気が変わりますもんね。一人いるだけで。こういう人は重宝した方がいいですね。意外とみんなも役立ってるんですよ。役立ってますか？だって僕とか、社内でも例えばそういうやつがいるんですけど、支店長でも一人いますけど、能力は全然なんですよ。まだまだ全然なんですよ。で、質問レベルも低いんですよ。で、昔から知ってるんで、もう周りが、そんなこと社長に聞くのみたいなこと聞いたりするんですよ。
本人としては別にそんなこと全くみじんも思ってないんですよ。紹介どうしたらいいですかみたいな。これこうなんですけど、みたいな。みんながもう、みたいな顔してるんですけど、はい。大体それの意見もちょっとずれてるんですよね。で僕がもう人間関係性もあるんで、まあ、ほうか。なんちゃうやろと。なんかこうやってこうやってこうやってやれへんやねん。言ったら、あ、そうなんですね。わかりました。とかつってやるんですよ。これをいっぱい繰り返すんですよね。でも、時には、だからこうやってこうやってこうやってやるんだよ。つったら、でもそれだとこう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 じゃないですか。普通に言ってくるんですよ。違うよ。お前それバカなんだよ。つって、こうなんだよ。このやりとりも結構あるんですよ。はい。でも、この人って、みんなが実は分かってないけど、聞きたいけど聞けない。こんなこと聞いたら怒られるんじゃないかとか、こんなこと聞いたらなんか何言われるか分かんないみたいなことを普通に聞いてくれるんですよ。そっか。だからこの人はこの人で、本当に自分が分からないこと分からないって言ってるだけなんで、でもそれを返してくる。こっちも気兼ねなくバンバン返すんで、それと学べるんですよ、実は。これ、すごい時間が経つと、めちゃめちゃ実は仕事ができるようになってるっていう経験が僕もあるんですよね。その周りにいる人も、そういう人のやりとりを聞いて、そう、自分が聞けなかったけど、あ、そういうことかって、結構なってる人もいるんですよ。やっぱトライアンドエラーが多いからこそ、成長のスピードも速くなるみたいなことなんですね。まあ、ある意味真面目で正直ですよね。わ分かんないこと分かんないで聞けっつっても、なかなか聞ける人いないじゃないですか。もうそれ聞いてくるんで、本当に。質問レベル聞いて、怒られようと何しようと聞いてくる。普通の人は怒られたくないから言わないとか、なんか自分がバカだと思われたくないから言わないとか、すごいくだらないくらいで持ってますけど、はい。でも割とそう、聞いちゃった方が、特に若い時はですね、50代になって今の質問してたら痛いですね。それ20代だったらちょっとしょうがねえな、みたいになるじゃないですか、こっちも。間違いないですね、それは。人は重宝します。ありがとうございます。ちょっと僕も今日からちょっと意識を変えて、そういうマインドでちょっとやってみますね。はい。ありがとうございます。手放せない人材ということで、まあやっぱポジティブ、まあ明るい人ですよね。ムードメーカーみたいな。とにかく、まずその人自身がポジティブな人だったら、明るい人だったら、話したくない。さらにそれが自分以外人を巻き込んで、みんなをこう、前向きにさせられるような人だったら余計なおさらですよね。ちょっとはそれに近いですけど、もう能天気かもしれないですね。アホでも、やっぱ明るい人は、だから明るいとかポジティブとかってすごいやっぱ要素の人は話したくないと思います。ありがとうございます。このチャンネルでは組織づくり、人材育成のこと、そしてビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこの動画にもぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。